はい。標準偏差と正規分布の性質を理解できたので、ここからは安全在庫量について考えていきたいと思います。で、はじめに発注をしてから納入されるまでの期間 L を調達期間と言います。これは MRP のところで出てきたリードタイムそのものですね。発注してから納入されるまでの期間 L。で、毎日の出荷量 D が一定だとすると、在庫が D×L になれば発注すればいい。これはどういうことかと言いますと、この図は縦軸が在庫で、横軸が経過日数を示しています。はい。で、在庫は日々減っていくんですけど、1日の出荷量が D。これを固定と。毎日 D ずつ出荷していくと。するのであれば、ある時点で発注しますと。で、その発注したものが入ってくるのに調達期間 L 日かかりますよ。でそうすると、L 日間かけて在庫はどんどん減っていきます。で、減る量っていうのは、D×L になりますよね。1日 D で L 日間あるんで D×L。ということは、在庫が D×L まで減ったときに発注していけば、ちょうど在庫が0になるときに、この発注した製品が入ってくることで、在庫切れを起こさないということですね。ただしですね、初めのところでも言いましたけど、この L 日間の間で、毎日 D ずつ出荷できるということは、基本的にはなくて、ばらつきというものがあります。はい。で、仮に出荷が大きいとすると、出荷が、この D より多い日が続くとするならば、出荷が多いんで在庫の減りは早くなります。でそうすると L 日だったときに、この在庫の0を下回って、在庫がマイナス、つまり欠品している状況になります。もちろん逆に、出荷が少ないことで在庫の減りが鈍くて、思ってたより在庫が余るということもあるんですけど、この品切れというものを発生させない。品切れを防ぐためには、このピンクで示しているこの安全在庫量、安全在庫というものが必要になりますよ。ということですね。はい。それでは、この安全在庫量ですね。これをいくつにすればよいのかということを考えていきたいと思います。で、ここでですね、先ほどまでは1日の出荷量は固定で D ですよということだったんですけど、実際にはばらつきがあるよと。で、そのばらつきを正規分布で表すということにしたいと思います。で、平均が D、分散がシグマ2乗、標準偏差でいうとシグマの正規分布でばらつきますよと。こう考えたときに、これは1日分の出荷量のばらつきなんですけど、調達期間は L 日ありますので、L 日分の出荷量のばらつきですね。というものを計算する必要があります。で、各日の出荷量がこういう正規分布で与えられたとき、L 日間の出荷量の合計がどうなるかというと、実は平均 DL、D×L、分散シグマルート L2 乗、標準偏差で言うとシグマルート L の、正規分布に従うということが、知られています。で、この証明はここでは省略するんですけど、これは正規分布の再生性と言われるような性質です。はい。で、L 日間の出荷量は、平均 DL と、で、標準偏差シグマルート L ということが分かりました。で、その上で、安全在庫量をどれだけ設定するかという話なんですけど、正規分布というものは、プラスもマイナスも、無限大まであります。はい。平均が一番確率起こりやすくて、どんどん確率は下がるんですけど、確率ゼロになるっていうところはなくて、これは一番端っこは、無限大までいきます。なので、絶対欠品を起こさないようにしようとすると、無限大の安全在庫を持っておく必要があるんですけど、それはもちろん現実的ではありません。なので、ある程度欠品を起こす確率というものを、許容せざるを得ません。
はい。で、それを、例えば 5% にするのか 1% にするのかっていうのは、場合で変わるんですけど、5% にしましょうということを、この赤い部分の面積ですね。安全在庫では、賄いきれない、欠品してしまう可能性ですよね、この面積が。はい。で、それを例えば 5% にするんであれば、どこまで見ればいいかっていうのは、標準積分布表にありましたよね。はい。例えば、5%、欠品を起こすのが 5% だよと、まではいいよと。つまりこの赤い面積が 5% というときは、標準偏差の 1.65 倍を見とけばいいよということが、分かっています。はい。なので、L 日間の出荷量の標準偏差、シグマルート L と、この欠品率を考慮した、何パーセントかで変わってきますけど、それに対する安全係数ですね。標準偏差の何倍まで見ればいいかということを用いて、安全在庫量というものは、この式で与えられます。はい。で、アルファ×シグマルート L。この部分は、L 日間の出荷量の標準偏差を表して、で、アルファをいくつに取るかっていうのは、場合で変わるんですけど、例えば、欠品 5% は仕方ないよねというときは、標準積分布表の確率 5% のところを見ていただくと、アルファは 1.65 ですよということで、ここの安全係数は 1.65 ということになるということですね。はい。以上から発注点在庫量ですね。これは、在庫量がこれ以上減っちゃうと在庫切れを起こすんで、発注してくださいねという在庫量ですね。というものは、調達期間内の平均出荷量と安全在庫量を足したものですよと。で、調達期間内の平均出荷量っていうのはこの緑の部分の高さを示していて、安全在庫量はこのピンクの部分の高さですよと。で、緑の部分の高さですけど、1日の出荷量の平均が D で、調達期間が L 日であれば、D×L で得られますよと。で、ピンク色の部分ですけど、これは欠品率をどれぐらいに設定するかによって変わってきますけど、この欠品率に合わせた、アルファの値に、L 日間の出荷量の標準偏差、シグマルート L をかけたもの。この2つを足した値っていうものが発注点在庫量になるということがわかります。はい。で、ここまで、安全在庫量というものは、欠品を生じさせない場合、つまり、平均より出荷量が多くて在庫の減りが早い場合というものを想定して考えてますけど、その逆も当然起こり得ます。つまり、出荷量が平均より少なくて、在庫が想定より、平均より増えてしまう。はい。で、この場合なんですけど、これどれぐらい増えてしまうかということは、これは裏返しですので、この安全在庫量と同じだけ、在庫が多めに余ってしまうということが起こり得るということですね。はい。で、それを加味した、最大の在庫量というものを知っておけば、倉庫ですね、在庫を置いておく倉庫のスペースはどれだけいるかというのを計算することができるということですね。で、具体的には、その量、最大在庫量というものは、まず発注量ですね。ここまで在庫が減った時発注するんですけど、その発注量っていうものは、ロットみたいな考え方で、1000個単位とか2000個単位とかね、ある、大きさで発注されると思います。で、その発注量に加えて、ドンとL2 乗に入ってくるんですけど、その時在庫が、ぴったり0になっていれば、その発注した量だけが在庫になるんですけど、想定より、在庫が余ってしまう場合っていうのは、この安全在庫量プラス、これだけ、さらに倍ってことですね。はい。余ってしまいますんで、2倍の安全在庫量を足した値。つまり、発注量9プラス2倍のアルファシグマルート L というものが、最大在庫量になり得るということですね。はい。それでは、ここまで
で学んだ、安全在庫に関する、知識に基づいて、在庫量に関する、計算例というものを見ていきたいと思います。で、以下の条件における安全在庫量、発注点在庫量、最大在庫量を求めなさいということです。はい。で、1回の発注量 Q とか、1日の出荷量の平均 D、標準偏差シグマと調達期間 L、さらに欠品率を 5% としたときの α、それぞれ示されてますんで、代入するだけの例題です。で、安全在庫量は、α× シグマルート L ということでしたんで、α が 1.65、シグマが3、L が16日ですね。なので、ルート16。はい。これ計算してもらうと、ニアリーイコール20個となります。で、発注点在庫量っていうものは、D かけるですね。はい。平均の出荷量かける調達期間に安全在庫量を加えたものですよということですよね。はい。なので、D が10、ごめんなさい、5個ですね。平均5個出荷量。で、調達期間が16日に 5×16。これに先ほど求めた安全在庫量を加えればいいよということで、ちょうど100個になるということですね。はい。で、最大在庫量については、発注量ですね。に、2倍の安全在庫量を足してくださいということなんで、発注量が300ですんで、それに2倍の先ほども述べた安全在庫量 2×20 で、40なんで、340個が安全在庫量になります。はい、以上です。